今日はよろしくお願いします。お願いします。東日本店舗営業部の中本さゆきです。普段はどういったお仕事をされてるんですか？お店の方で雑貨の担当ですね。主にグリーンの担当をしております。1年半前ぐらいに家を建てました。子供がいるんですけれども、子供がやっぱ大きくなってくるにつれて、ちょっとアパートだと、賃貸のアパートだとちょっと手狭かなっていうのと、私自身がもともと実家が戸建てで、戸建て暮らしに憧れもあったので、決めました。広さが137平米の 4LDK プラス書斎みたいな感じです。リビングダイニングはちょっと落ち着いたカラーで、2階の方とかは要所要所でカラフルな部屋があったりとかいうので、それぞれの空間、個々の空間を楽しんでいます。で、家族構成が夫と4歳の息子の3人暮らしで、実はお腹にもう一人おりまして、9月ぐらいにもう一人生まれる予定で4人家族になります。なるほど。おめでとうございます。ありがとうございます。早速家ご紹介いただいても大丈夫でしょうか？はい、ご案内いたします。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。では早速玄関の方からご紹介いたします。玄関はどういった工夫とか、意識されたこととかおありになったりしますか？もともと規格型注文住宅という注文住宅で、フルオーダーではなくて、もともとある程度間取りとかの規格が決まっている住宅をちょっと壁紙を変えたりとか、間取りをちょっと変更したりできる家なんですけども、もともとここに柱がある間取りで、ここに柱が1本あると通る通路がすごい狭いのが気になってしまって、柱をなくして横に広く取りました。なるほど。こちらはもともと私が飾ることがすごく好きなので、ほとんどアクタスの商品なんですけれども、ここを飾るためにわざわざ買ったわけではなくて、それぞれこれはもうアパートの時から使ってた花瓶なんですけども、一個一個好きなものをその時に買っていったら、今みたいなまとまりができたという感じで、このクルティは多分たくさんルームツアーでも紹介されてるんですけども、すごくいい香りなので玄関に置いてます。もともとやっぱり雑貨が好きなので、作家さんのモビールなんですけど、面白い。一点物でシャボン玉みたいにシャボンモビールっていうんですけど、でこれが一点物でなかなかない色合いだと思うんですけど、もうここに玄関に飾るありきで、福岡の方のお花屋さんなんですけど、オーダーで作ってくれるんですよ。このモビールの色に合わせてお花を、セレクトしてもらって、そういうことなんですね。もうここの玄関用にオーダーして作ってもらいました。じゃあ色とかサイズを伝えてみたいなことなんですか？そうです。大体の好きなテイストとか形とかをお伝えして、ほとんどこのモビールの写真も一緒に送って、この色を入れてくださいという感じでオーダーしました。先ほど言ったリビングダイニングの方に戻ります。テーマがそれぞれあるみたいな話でしたけど、ここは何かあるんですか？ここはちょうど家を建てるときにジャパンディっていうテイストが流行ってる時期でもあったので、ちょっとジャパンディっぽいアースカラーというナチュラルなカラーでまとめました。日本らしさと北欧のスカンジナビアンテイストかなをミックスしたちょっと和の要素もあり北欧の要素もあるみたいな感じですね。ちょっと和っぽい和紙とか使った照明とかも使いながら、ソファーとかは北欧系のちょっとすっきりしたシャープなデザインだったりとか、そういったものを組み合わせたテイスト。確かにダイニングの椅子もラタンっぽいというか、そうですね、ちょっと手仕事感のある、ものを選んでますね。このソファー、すみません、かなり大きいなと思ったんですけど、多分2メーター40だったと思います。アクタスのナタドラというブランドのデパートメントカウチソファーの右カウチですね。この大きなクッションはナタドラのそのソファーのクッションでオーダーしたものなんですけど、
これはまたこっちのレザーとは違うシリーズのレザーで、これはなんかもう私の好みの色の組み合わせで決めました。で、最初はこのアクタスで売ってるクッションたちもこの2個からスタートしたんですけど、はい。やっぱりソファーが広いので、なんかもっとクッション置くと可愛いかなと思ってどんどん増えてきました。こちらのカーテンもアクタスのパブリシアという、はい、カーテンのテキスタイルブランドになります。ベージュに見えるんですけど、実はグレーのカラーで、もともと使ってるスタッフからグレーでも十分ベージュに見えるよっていう話を聞いて、ちょうど良かったなと思っています。このなんかシンプルなんですけど、この光が入ると、なんていうんですかね、透け感と言いますか、綺麗だなと思ってます。ダイニングはもともとアパートで暮らしていた時から使っていたものをそのまま持ってきた感じになります。このテーブルはもう廃盤になってしまっているんですけど、リンクダイニングテーブルでアクタスで販売していたダイニングテーブルになります。椅子ももともとアクタスで販売していて、もう販売終了になってしまったモデルなんですけど、イルマダイニングチェアというものと、シカデザインのロシーニチェアというものになります。で、キッチンご案内します。働きながらも主婦なので、やっぱり一番家でここに立ってる時間が長いので、ちょっとでもテンションの上がるキッチンを目指して、もともとなかったですけど、飾り棚とかも作ってもらって、自分が好きな雑貨とかを飾っています。アクタスで取り扱っているオークというアパレルブランドで、ヒジカというシリーズがあるんですけども、こちらも一個一個釉薬のかかり方が、違くて面白くて、これは本当に日常使いでよくおかずとか、料理を向けて使ってますね。アパートで暮らしている時は飾る場所がなかったので、しばらく実家の自分の部屋にずっと置きっぱなしにしていて、この家に越してきて、結構飾るスペースが増えたので、今やっと歴代の子たちが勢ぞろいしている感じです。あんまり流行りとかっていうのは取り入れてないかもしれないです。本当に自分が好きなものを選んでますね。ここら辺はアクタスで販売している家電とかなんですけど、そうなんですね。このコーヒーメーカーもツインバードさんのコーヒーメーカーなんですけど、夫がコーヒーが好きで毎日飲むので、夫にクリスマスプレゼントだったからプレゼントしたコーヒーメーカーですね。リビング見渡せる感じもいいですね。そうですね。小さい子供がいるので、仕事から帰ってきて子供のご飯を私がこれバタバタ作ってる時に、子供はテレビの前で遊ぶので、あそこはおもちゃのようになってるんですが、そこを見守れるので、あとはキッチンも結構食品がたくさんあると思うんですけど、パントリーを設けていて、ちょっと汚いんですけど、食品庫みたいな形で、ちょっと生活感のあるものはちょっと普段は来客がある時は隠して、普段は開けっぱなしなんですけど、奥のにもなんかちょっと空間ありましたよね。そうなんです。そこもご紹介いただいて大丈夫ですか？はい。じゃあこちらにもう一部屋ありまして、うちの夫が筋トレをするので、ガチの筋トレ部屋なんですけど、来客とかがある時はここを閉めておけば、そっちから見た時に全然まさか筋トレルームがあるとは思えない作りかと思うので、そこはこだわりました。で、この奥が中庭なんですけれども、本当にちょっと自然が感じられる。本当に人工芝を敷いて、コンクリートの塀で囲んであるだけの作りなんですけど、子供の安全面を一番に確保したかったので、絶対子供が外に出れない間取り、中庭というのを作ってもらいました。ちょっと私が手を離せない時とかでもここで遊ばせて、絶対に出ることはできないので安全ですし、例えば私が体調悪くて公園に連れてってあげれないとかっていう時とかでも子供は外でのびのび遊べるので作ってもらいました。こういうのができるのはやっぱ家をそうですね、戸建てならではのところかなと思います。2階もご案内いたします。ちょっと待ってください。この空間気になりすぎちゃってるんですけど。
気になっちゃいました。すごい、かわいい、この空間。我が家のグリーンコーナーです。ちょうど多分この家ができる1年半前ぐらいに、私自身が植物のグリーンの担当になりまして、最初、アパート暮らしの時は、このサンスベリアしか持ってなかったんですけども、植物担当になって、いろいろ勉強がてら育てているうちに、だんだん増えてきました。もともとこの実家暮らしの時から、この D4 チェアっていうピンクのチェアを持っていて、これを置く空間が1階にはなかったので、これをどこかで使えないかなって思った時に、ちょっとここグリーンコーナーにしたら可愛いんじゃないかなとひらめきまして、夫の書斎とかはあるんですけど、私の個人部屋っていうのがなくて、もうここを私の部屋にしてしまおうという感じで、私の居心地のいい空間を、作りました。なるほど。ここの空間はピンクとオレンジをテーマカラーにしてるんですけど、鉢もピンク、オレンジが多いと思うんですが、植物の葉っぱもピンクとかオレンジのちょっとどうしても目がいってしまって、結構そうですね、こういう葉っぱがピンク、こういうちょっとオレンジがかったり、本当だ。子たちを結構見つけるとお迎えしてしまいます。今度はですね、寝室を最初ご紹介いただく予定でしたもんね。すいません、止めてしまって。寝室に向かいます。こちらが寝室になります。寝室にある家具が結構もともと実家暮らしの時から使っていたものがほとんどで、ベッドのフレームもそうですし、カーテンも、このソファーとか、K22 のサイドテーブルとかも全部実家暮らしの時から使っているもので、結構それこそ10年前ぐらいは茶色がすごく好きで、全部茶系で揃えていたので、やっぱりいいものを長く使えるので、全然劣化していないと言いますか。でそのまま持ってきて、ちょうどこの寝室がやけに広かったので、なんか寝室にソファーとかも置けるなという感じで、なのでこの茶色系の家具をメインに、ちょっとグリーン系を植物とかも入れたりして、なんでブラウンとグリーンがテーマカラーですかね。こちらがアクタスで扱っているアイラーセンというソファーブランドのビッグカールトンというシリーズのアームチェアになります。一人掛けですね。それこそ私が実家暮らしの時から使っているので、実家の時自分の部屋にソファーが欲しいなっていうところで、私がアクタスに入って初めて買った家具がこのビッグカールトンのアームチェアになります。ラグも可愛いですね。ラグ、この変形ラグ可愛いですよね。こちらもアクタスで今販売しているラグになりまして、変形ラグなので、いろんな置き方ができると思うんですよね。これももともとアクタスのファブリシアという先ほどカーテンと同じテキスタイルブランドで、もともとカーテンで取り扱っている生地になるんですけども、こちらを結構最近そのフリークロスといいますか、ベッドスプレッドとか、もちろんカーテンとしてクリップとかで吊るすこともできるんですけど、いろんな使い方ができるフリークロスですね。こちら結構割と最近私も購入したばっかりの USM ハラーのサイドボードになります。見せるとこと隠す収納が欲しかったので、本当に下の隠すところには子供のアルバムですとか、いろんなそういうごちゃごちゃしたものをしまっていて、見せるところには私が好きな雑貨ですね、を飾っている感じになります。アクタスが取り扱っているノードリームというグリーンのブランドがあるんですけども、ハイドロカルチャーと呼ばれる土を使わない観葉植物と言ってるんですけど、寝室って絶対虫とか湧いてほしくないじゃないですか。でも寝るところでブーンとか虫が鳴ったら嫌なので、先ほどのグリーンコーナーは全部土なんですけど、ここの2つはハイドロカルチャーを採用してます。この茶色いのが粘土を焼き付けた、高温の粘土を焼き付けたものなんですけど、いい意味で栄養素が全く入ってない無機質なものなので、その中から虫が湧いてくる心配ですとか、外から虫が栄養を求めてやってくることが抑えられるので、虫が湧きにくいと言われているものですね。全部に水平がついているので、この赤い目盛りが一番下のラインまで下がったら
また真ん中ら辺までお水あげてくださいっていう、お水がなくなったタイミングが目に見えてわかるので、初心者の方にもおすすめの観葉植物ですね。子供部屋をご案内します。はい、こちら子供部屋になります。先ほどリビングにはレゴしか置いてなかったんですけど、2階にはおもちゃがたくさんあって、今一軍のおもちゃがレゴなので、レゴだけ下に置いてあるんですけど、この部屋で車で遊ぶこともあれば、今遊びたいおもちゃを下まで運んで、息子が遊ぶこともありますね。この辺は結構もう私が息子を妊娠中ぐらいの時から結構こういう海外の可愛いおもちゃを取り寄せるのがなんか好きで、この辺は海外からのおもちゃですね。で下の辺は結構アクタスで以前取り扱ってたようなおもちゃもありますね。照明なんですけど、こちらアクタスの社内公募の企画で愛着便というものがありまして、その自分が愛着を持って使ってたけれども、理由があって手放そう。でも売ったり捨てたりするのはちょっとアクタスっぽくないよねっていうので、誰か社内の人で譲り受けて使ってくれる人がいないかなっていう企画がありまして、そこで元々の持ち主様が20年ぐらい使っていた照明を今回出品してくださるっていうことで、私が欲しいですっていうふうに応募をしたら見事に来てくれたっていう感じです。やっぱりアクタスで働いてる方なので、すごく取り扱いが良かったんでしょうね。すごく綺麗で、全然20年選手には見えない、照明です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりお子様がいるご家庭たくさんあると思うんですけど、子供がいるからインテリアを楽しめないっていうのはちょっともったいないなっていうふうに思うので、ぜひちょっと我が家が参考になるかわからないですけども、お子様がいるご家庭でも住んでいらっしゃる方がインテリアを楽しんでいただいて、自分が好きなものに囲まれて、子供の成長も見守れて、そういう空間がすごく居心地が良くて、家族も安心できる空間になるんじゃないかなと思うので、安全面は気をつけながらも、これ傷とかシミも楽しみつつ、インテリアを楽しんでいただけたらいいかなと思います。以上、店舗営業部の中本がお送りしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。